水飲みたいん？なんで分かった？水だから飲みたい。入れるわ。ありがとう。よく気づいたな。よく見てるや表情だけで。表情はそうやな、仕草やな。すごい。はい、どうぞ。はい、ありがとう。めっちゃ買ったな。いや、可愛いカビゴンプラス手に入ったね。ラッキーラッキー。いい棒やな。おい。あー、ごめん。ごめんごめん。どうしたん？寝るわ。寝るん？疲れた？うん。スーパー行っただけで？うん。ちょっと今日は特売やったから人が。ちょ特売はダメやわ。そうやな。じゃあおやすみ。おやすみ。今日めっちゃ忙しいわ。あ、そうなん？だって動画編集やって、ラジオ撮って、企業との面談があって、スーパーにも行かないかんくて、で市役所にもなんか住民票出しに行かないかんや、めっちゃ忙しくない？まあでも住民票は明日でもいいやん。でラジオは2、30分で一瞬やん。で動画編集はまあできたら俺がやるやん。余裕ちゃう？忙しい。だって動画編集うちがやるって言ってたし、市役所は？市役所も今日行くって言ってたやん、昨日。今日じゃないと。今日じゃないと嫌なんや。じゃないと次の日の予定ももう組んでるからさ。だから今日行きたいから、でもお昼に起きちゃったからちょっと忙しくない？忙しいな。もうなんか何から始めたらいいか分からんかった。いやまあまあ、やらないかんこと多すぎて。そうやな。まあさっきじゃあラジオ撮ろうか。来た。寝てていいよ。来てしまったよ。はい。いける？いけるかい？寝ますせ。電気消していい？おやすみ。おやすみ。あ、ハリーポッターに出てくる動く木みたいや。動き出したらこれ面白いな。でもほんまに動いたらどうやって避けよう。おかえり。お疲れ。今日めっちゃ忙しかった。あ、そうなん？お客さん3倍ぐらい。もうめっちゃ疲れた。疲れ。頭も痛いし。頭痛い？体調悪い？いや、なんかいろんな人が来すぎて疲れてしまった。あ、そうなんや。お疲れ。頭痛薬持ってたよね。頭痛薬あるよ。1個ちょうだい。ありがとう。なんかめっちゃ太ったんやけど。そう？体重は変わってなかったけど、なんか顔がすごい今太ってる。いや、そんな見た感じじゃ分からんよ。嘘、この辺めっちゃ肉ついてる。そうなの？そんな見た目変わってないよ。大丈夫やで。昨日に比べたらすごい。そんなちょっとの変化分かんの？昨日そんななんか食べたっけ？昨日はカステラ食べた。
カステラか。鈴カステラ食べた。カステラがその顎に来とんか。張り付いてきとる。そんな感じする。まあ大丈夫よ、太ってない。大丈夫大丈夫。そんなことない。うちのは？うちのは？お腹空いてた？さっき言ってたよ、お腹空いてるって。ごめん。なんで自分のだけしか持ってこんの？食べたかったから。うちやったら持ってきてるよ、肉の分。2人の分？やし、コーヒーも入れてる。なるほど。あ、持ってくるだけじゃなくてコーヒーも入れる。コーヒーもつけてる。なるほど。ダメやった、俺だけ食べてるの。もっとうちの子っても気使ってるし。分かった。じゃあ入れてくるわ。はい。はい。繊細さんあるある、9個いかがだったでしょうか。前回の動画を撮った時に2人ともこうあるあるをね、めちゃくちゃ書き出したんよ。で書き出したけど、さすがにこれ全部やったら多すぎるなってことで省いたんですよね、いろいろ。で今回はその省いた中でさらにあるあるにね、取りやすいものを、取ってみました。はい。ではね、1個ずつ前回と同様に解説じゃないけど、こう補足みたいなお話をねしていきたいなと思います。で1個目、気遣いのレベルが高い。これほんまに日常的にさ、なんで気づくんって言われることめっちゃ多いよな。多い。てか俺がよく言ってるし、そのあるあるの中でもそうやったけど、コップ見ただけで飲み物飲みたいことを察することが会話できるし、コンビニとか行っても、普段行かんお菓子コーナーとかちょっとフラって言った時に楓が「あ、今日映画見たい?」みたいな。そういつもコンビニでお菓子を買うってなったら、ポップコーンとかやったら特に映画を見る日なのよ。でちょっとお菓子のコーナーを見てたら、あ、今日は映画見たいんやなって分かるんやな。体の動きとか、その目の動きだけで自分の欲求を当てられるっていう。で2個目の疲れやすくてよく寝るは、これなんか繊細さんあるあるらしくて、やっぱいろんな刺激を受ける分疲れる、こう体力を削られるから人よりも多く寝る。それな、最近知ったよな。なんでうちこんなに寝ちゃうんやろって思って、りくにもさ「いや昼寝ようすんな」みたいな、うちも寝たくないなって思うけど、なんか眠たくなるよね。もう耐えれんのね。大体23時ぐらいかな、3時ぐらいになってきたらもうエネルギー切れて、昼寝に入っちゃうよね絶対。で疲れすぎてる日やったら、そっからもう夕方6時まで寝ちゃって、大体寝すぎたって言ってるのが日常。バイト終わりとか大体寝てる。仮眠がね多分必要だよね。そうなんですよ。回復がねできないんで、その分睡眠をとって回復すると。で3つ目がマルチタスクが苦手。マルチタスク苦手ってうち思ったことなかったけど、実はそうなんやなと思った。トゥードゥーリストをつけてて、けどそれ見てたらもうなんかってなって忙しい忙しいってなってはぁってなる。もうなんでやりたくない。自分でいろんなこと書き出してそれが嫌になってもう何もせんみたいな。逆に何もやりたくないって気持ち。忙しすぎてなんかこれとこれはいつまでにやって、でもこれは優先順位が高いからこっちを先にやった方がいいよなみたいな、でもこれやるにはこの写真撮ってみたいな、いろいろなんかさらに付随してなんかいろいろやらないかんことを付け加えてくるから、忙しく感じるね。確かに。でその楓が忙しく感じて、やりたいことできやんかった、テンション下がったっていうので、それがきっかけで俺と喧嘩になったりとかもあるもんね。ある。で4つ目、物音で起きちゃう&寝れない。これはマジで付き合った時からもうずっと、付き合う前からずっとです。生きてきてからずっと、さらに前からずっとです。一緒に寝てるんですよ今、であるあるの動画でもあったと思うんですけど、楓が先起きた時は俺気づかんから、楓はこうメイクしたりとか準備したりできるんやけど、俺は起きてベッドからこうやってゆっくり出ようとしても、そのちょっとしたギシッって音で楓が起きるんよね。そうだから楓を寝かしたまま自分が先に起きるっていうのは不可能。起きてくれていいんやけどな。あ、そうな。これとかの解決策はどうしてる？それはだいたい朝とかに起きるから、もうだんだん起きかけてるよっていう時にギシって言ったらすぐ起きるから、それはまあ別にいいかな。寝る時は逆に、寝る時はちょっとした音でも寝れんなるやん。枕をこうやって、枕ってさこう敷くものやんけど、枕をこっちの枕で挟むみたいな。
枕でサンドするみたいな。ヘッドホンみたいにするやん枕そうそうしてたかな。なるほどね。それでできるだけ音聞こえんようほんにしてとマジで無音状態とかにする。なんかイヤホンとかってうち横向きで寝るからさ、イヤホンがなんか痛いんよね。ああそっか、奥まで入っちゃうし。そう気になっちゃうからあんまり好きじゃなくて。なんかそういう商品出たらいいのにね、マスクみたいな感じでさ、こう耳をさいい感じにこう覆ってくれるやつ、で次が想像力が豊かすぎる。これねあるある取るのちょっと難しかったんやけど、抽象的すぎるからここでちょっと話を聞いておきたい。じゃあ例えば外にさ散歩とか行ってるやん、やったら木とか草とかいっぱい生えてるやん、いっぱいあるね。やったらその草はどっからタンポポやったらどっから飛んできたのかっつってタンポポの根源を考え始めてでなんでここに生えたのかって考えて、でタンポポは幸せなのかなってなんかそういうなんかタンポポの幸せとかを考えてでさらにそのタンポポが種いっぱいつけててバーって飛んでったらなんかまた違うとこでも咲くんかって、そのタンポポはまた幸せなのかなみたいないろいろそういうね答えのないことを考えてたり、普段ねちょっと見える景色とかからパッて考えちゃうから忘れちゃうんだよね。自分何も持ってたっけって思うんやけど、その時はなんかいろいろ考えるよね。なんかさっきさこの話した時にさ幼稚園の話してなかったっけ？幼稚園っていうか小学生の頃に友達とな田舎やったからまあ道を道路を散歩してたんよ、でそこに木生えてたんやけど、そこの木がある日めっちゃ伐採されてて、伸びすぎてたんや。そう根元が切られてたわけじゃなくて枝がね、なるほど、こうあるうちのここを切られたんや。ブスブスブスってめっちゃ切られて、なんかめっちゃかわいそうと思ってうち泣いたんやなと思って友達に「めっちゃかわいそう、なんでこんなことするんやろ」って言って「絶対痛いって言ってるよ、これ痛いって言ってる」ってめっちゃもう感情移入しちゃってるやん、気に対して。痛いよねって痛いよねって気によしよしして寄り添ってた。そういうこともあったり、それが日常的にずっと小学生からやからもう昔からやね。昔からやな。自分の世界に入るのか、ね、想像癖とか木とか植物の気持ちを考えてしまったりとか、ちょっとした病気とかになったら「うわこの症状はやばいんちゃう?」ってなってこれがひどくなったらさらに体中に転移して、それがさらにひどくなったらもう皮膚がただれてもううち死ぬやん。俺やったら病気になりました、なんかちょっとこう出ました、ほっといたら治るかな。いやうち絶対ないなこれほっといたらやばいんちゃうかって言って体中に転移したら陸からも嫌われたらこの家にも住めんくなってじゃあどうしたらいいよっていろいろ、そこまで考えるんや、すごいね。0コンマが1秒とかで一瞬で駆け巡る、一瞬で駆け巡る、なんかいろんな話が感情意味わからんなそれでけんなんかそれが何回もあるから疲れるんやな、なるほど、なんか新しい回答をちょっと今理解した気したで6つ目、首元に触れるものが苦手。これはネックレスとか、タートルネック。マジでそうやね。ネックレスとかね好きでつけてるんよね、うちファッションとかおしゃれ好きやからなんかネックレスないとあれかなと思ってつけるけど、なんかめっちゃそわそわするというかかゆいというか、かゆいとは違うんやけどなんか嫌な、なんか嫌な、なんかムズムズするんやな、タートルネックとか特にそうでピチッてしてるやつとか、やばい、もうずっとこうやって引っ張っとく、で引っ張りすぎてビロンって伸びちゃったりする。なんか緑のやつもさ伸びてたよね、あれ引っ張ってるから。そうね、俺なんかさこういうさ外で広がるタイプのやつなんか違う、気になりすぎてこうやって日常引っ張ってて伸びた。ネックレスとかどうしてんの？嫌やけどさファッションで着たいやん、だからつけたいやん。そう気づかんようにしてる。ネックレスのことを忘れるようにして、でも気づいたらずっと気になり始めるから気になり始めたら取ってる。だから出かけてる時たまに外してんのか。なんで外してんのやろと、なんか汗かいたんかなとかさ。違う、もうなんかもう気になりすぎてそこばっか考えちゃって、そうなんや、すごいムズムズして取る。それは知らんかったな。感じ。あれはどう？出かける時に明日これつけますって決めといて、前の日の寝る時からつけるって。いや寝る時はマジでダメ寝る時にうちねヒートテックの、タートルネックバージョンがあるんだけど、それを着てたらマジで気になりすぎて寝れんかった。一睡も。そうなんや。マジで寝れんかった。なんか寒いからヒートテックのタートルネック着てても気になって寝れんから、首元がないシャツとかを着て寝てる。マジでそれは今初めて知った。いやだってリク寝てるもん秒で寝てるもん。その気になってる頃には俺で横でって寝てるうわなこんな人生と思ってで7個目が長時間人と関わると頭痛がする。これよくあるやつはバイトとかどっかお出かけしたりとか、でいろんな人と触れ合ったりとか、なんかそうしたら頭がなんか血液がドックドック
クっていう感じの痛みが、うん頭痛がしてきて、でめっちゃしんどくなるっていう。そのさ、頭痛するのは身体的に痛いとかじゃなくて、なんか気持ちからくるところ。気持ちからくるな。気持ち的にもうちょっと疲れたとか、しんどいってなったらもう頭にまでくるんや。そう、その日によってバイトでも毎度毎度なるわけじゃなくて、お客さんとかその社員さんと関わる回数が少なかったりとか、自分だけの仕事とかが多かったらならんのよ。すごい。すごいなんか偉い人とかいっぱい来て、なんかすごいいろんな気使ったりとか、まあちょっとこう、そうバタバタしてたりとか、緊張感のある空間とか、そうとかめっちゃ気使うからさ、これはこうですよねみたいなっていうのがずっと続いたら、頭がなんかめっちゃ痛くなって。そうなんや。そうで、帰る頃にはめちゃくちゃ痛いって感じ。ああ、なるほどね。だからあれか、コメント欄でもさ、お仕事を何されてますかみたいに聞かれた時にさ、楓はその就活する段階から自分は営業もう無理やって分かったから営業じゃない仕事を探したんやな。でかつ、リモートも OK でみたいな。そう、一人の空間、すごいね、人と触れ合わない空間。じゃあその一人の時間と一人の空間がないと、すぐ疲れて頭痛くなったり。そう、これはね、仕事始める上で大事やね。大事やん。毎日さ、続くもんやん、仕事って。それで毎日頭痛とかしてたらもうやってられんやん。確かに。しかもそれ我慢したらもう、プライベートとかあったもんじゃないしな。ほんまに仕事場とか仕事選び大事やなって思う。で8つ目が自分の体の変化に気づきやすい。でこれ決定的やなって思った例があって、一緒にスイパラに行った時やねんめっちゃケーキ食べるやん、スイーツパラダイスって、帰りますかって言って、店を出ましたって言ったら、うちめっちゃなんか体のな血液の中をな、糖分が駆け巡ってんの分かんねんけどリクにそれを聞いたら「え、そう？」みたいな、なんか分からんみたいな。そう、分からんねんな。うちもそれが考えられなくて「ここおるやん、ここおるやん」って「ここめっちゃ動いてるよ」って糖分がってこれ共感してくれた人会ったことある？ない。てかうち話したことない。これ共感してくれる人おったらやばいいや、今多分同じ感じの人めっちゃ感動してるやろな。いや、おるんかな。ちょっとこれ一人だけ説ある。さあ、もしかしたら楓の繊細なところあるあるかもしれんけど、これはマジであります。糖分が分かるんですよこれマジでうさんくさいと思ったらうさんくさいけどね、うさんくさいと思ったら分かるんよ。なんかあれかな、俺とかでもさすがにさ、いっぱい食べたらぼーっとすんな、眠たくなってきたなとかはあれや、それの進化版かな、もしかしたら、ここだけじゃなくてここに至るまで全部見えるみたいなそうすごいこれはマジで共感してくれる人ってやばいな。やばいね、それめちゃくちゃ感動するな。感動する。ぜひコメントお待ちしておりますで、9個目、これちょっと抽象的なんやけど、思いやりのない人を理解できない。これは京都にいた時に特に多くて、バス移動が多いからさ、バスっていろんな人が乗ってるやん。おじさんとかよくめっちゃ足広げてたりとか、とか荷物をね隣に座らせんように自分の荷物を置いたりとか、ブロックするやつな。そうめっちゃ多いんよ、そういう人が。もうありえんと思って、うちはなんでそんなことすんやろうとか思ったりとか、そういうのでうちはもうなんかあんまりにそういう人が多すぎて、なんかリクにさ、なんかこの世の中はなんか配慮というか思いやりのない人が多すぎてうちは辛いみたいな、悲しいみたいな話をしたよね。でなんかめっちゃなんかもうこの世界に幻滅したわみたいな中二病みたいなこと言ってるんやけどほんまにそうで、なんか自分やったらもっとなんてこう気をつけるとか、もっとこう気にかけるのになってところをマジで何も気にしてない人が多すぎるって思って、その例えばのさ、リクが自分のだけしか用意してないみたいな、ああいうのもうちの中では考えられんくて、なるほどね。そう必ず人のために聞いたりとか、自分の用意する時も聞いたりとか、でいらんって言ったら用意せんでいいみたいな感じで分かるから、なんでそれができんねやろって思ったらすごい辛いんよね。優しいよね、シンプルに。けどそれで辛くなってさらに自分のストレスをためるっていう。そうだね。なんかそのバスとかでちょっとこう足広げてとか、それこそ横に座らさんように邪魔してる人とか、あからさまにね、やってる人とか見たら、俺とかやったらちょっと変な人おるわぐらいで終わるんやけど、楓はなんであんなことするんやろって言って自分の気持ちまで下げちゃうよね。なんか嫌な気持ちになって、でさらにそういう人ばっか目につくようになる。あの人もあの人もみたいな、そういうモードに入っちゃうからな。そうでちょっと香水がきつすぎる人とかもそうやし、そうなんや。なんでそんな香水つけてるの、いろんな人が臭いと思ってるやんみたいな
なるほどなるほど、そこまで。そうそうそう。中高とかさ、学校も大変やったんじゃん。学校はやばかったよマジで。ちょっと大声出してる男子とか走り回ってる男子とか、男子ばっかりやけど女の子もまあなんかめっちゃ甲高い声で叫んでたりとかしたらマジでやばかったな、ストレスが。もう自分も嫌な音やし、周りの人も嫌がるやんっていうのがどんどん気になっちゃう。そう自分はなんかできてるから、なんでできてないんだろうって思ってしまうよね。そうで、多分今の聞いて完璧なんって思うかもしれんけど、一応客観的にね、横におる人としては俺も楓に対して「いやそうやって言ってるけど楓もこういうとこあるよ」みたいな指摘はちゃんとしてるよね、日常的に。でそれで楓自身もこう反省したりじゃないけど、まあ確かにみたいなっていうのはちゃんとしてるから。あまりに自分ができてることを相手に望みすぎるんよな。ああなるほど。そうでそれで喧嘩することが多くて、リクとうちはできてるのになんでリクはできんのみたいなって、この関係性やから言えるんやけど、まあ他の人にはないよね。ないけど、この関係性やと言ってしまうよね。喧嘩の要因になりやすいというか、なりやすいです。気をつけるところではあります。気をつけましょうお互い。以上9つの説明もね、どうだったでしょうか。もうぜひね、ここまで見てくださった方は、本当に感想コメントとか絵文字1個だけでもいいんでお待ちしております。楓と栗な。そう、楓と栗。楓の絵文字は楓を表現してて、俺は栗を表現しているので、ぜひお願いします。お願いします。で、あと最後に補足なんですけど、前回の動画、そのあるあるの動画をそのままコピペしてインスタに投稿している方とかいたんですよ。これ参考になったみたいなシェアはすごい嬉しいんですけど、そのままコピペされてなんか自分のやつみたいになっちゃうとお互いやっぱいい気持ちをしないんで、もしTwitter とかインスタとかで投稿するときは、僕らのねこの動画から参考にしましたとか、ぜひ名前とか、書いていただけるとお互い気持ちよく発信できるかなと思うので、ぜひよろしくお願いいたします。では参考になった方は高評価をよろしくお願いいたします。ではバイバイ。バイバイ。